はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきたいと思います。建築やインテリアデザインのお仕事をしたいと思っている方、現在学校に通っているけど実務で通用するかなといった人からの質問に答えて空間デザインのお仕事ができるようなきっかけになれたらなと思っています。それでは今日のデザインの学びを始めたいと思います。今日はどうやって工務店を見つけるのっていう質問です。自分でデザインした空間をちゃんと作っている施工者は実際どこにいるんだろうとか、クライアントに見積もりを提出するのに誰に依頼したらいいんだろうなど、今までオーナーの知り合いだったり施工会社やハウスメーカーからのお仕事を受けて自分で施工者に依頼をしたことがない人のためにお話ししたいと思います。結論から言っちゃうと、まずは知り合いに頼んだ方が絶対にいいです。施工者の知り合いなんていないから聞きたいんだよねって言われそうなんですけど、間接的な知り合いでもいいんですよ。紹介ってやつですね。今の時代になぜネットとかではなくて紹介がいいのかっていうことについてもちょっとお話ししたいと思います。そもそも設計した空間をきれいに作ってもらいたいって言っても、今あなたがデザインしていく空間がどんなものでどの施工レベルが必要なのかも知っておく必要性がありますよね。それによって依頼する施工会社も変わるからなんですよ。例えばですよ、マンションのフルリノベーションとか、クロスの張り替えだけの工事とか、スケルトンの、飲食店工事、ショッピングセンターのテナント工事、戸建ての新築工事など、工事って言っても業種や場所も工事内容も様々なんです。施工者だって経験がある工事の方が得意なのは当然ですよね。ではどのように見つけたらいいのかっていうと、自分が今やっているプロジェクトに関わっている人がいいんです。要は今まで工事をしてくれた施工会社ってことです。でもね、いきなり頼みづらかったり、実際どういう人なのかなっていうことを知るためには、オーナーさんの知り合いでも工務店の仕事のお手伝いであっても、まずは現場に行って実際にコミュニケーションを取ることがとても大切なんです。プランニングをして図面を描いてはい終わりって感じにしないことです。せっかくのチャンスですから、できる限り施工者とコミュニケーションを取ってください。それは現場監督だけではなく、実際に施工している職人さんにも、これ何やってるんですかとか、大変そうですねって声をかけると、意外といろいろお話ししてくれるんですよね。なんか趣味とか、なんかいろんな私生活の話もしてくれることもありますので、コミュニケーションが苦手な方は飲み物を買うのがいいかもしれませんね。現場監督に休憩の時飲んでくださいと渡しておくと、その休憩中にコミュニケーションが取れるかもしれないからです。その時注意したいのは時間と飲み物の種類ですね。意外とこれ重要で、休憩時間帯ってだいたい10時、12時、15時とだいたい決まってるんです。その時間のちょっと前ぐらいに買っていくといいかもですね。
また途中で人数が増えるかもしれませんので、人数分より1、2本多めに用意していくのがいいです。飲み物の種類は年配の方が多い場合は基本的には缶コーヒーやお茶がいいかもしれないですね。あんまり量を飲めない方もいるので。若い方がいるとたまにガブ飲みするんで炭酸結構喜ばれますね。コーラとか。もしデザインした空間を工事とか施工したことがない場合は、先輩や友人、知り合いですよね。親族でもいいので、知り合いの施工者を紹介してもらってください。なんでね、ここまで知り合いにやってもらうのがいいのかっていうと、内装業界、建設業界って意外と狭いもんなんです。施工者の立場で考えてみると分かると思うんですけど、知り合いの顔を潰してまで高すぎる見積もりだったり適当な工事をするメリットってほぼないんですよね。だからその紹介した人からも仕事がなくなってしまうぐらいならちゃんとやりますよね。だから知り合いの方がいいんです。空間を作るっていうことはその後ずっと空間は残り続けますので、作ってはい終わりっていう考えでは絶対ダメなんです。空間が完成した後ドア壊れちゃったり水回りに不備が出てきたり、時間とともに問題は必ず起きるんですよね。その時に親身になってくれる施工者の方がクライアントにとっても安心ですし、私たち設計者にとってもストレスがないんですよね。空間は作れば作るほどその数は増えていくだけなので、施工者選びは設計者の将来にとってもとても大切なんです。あとはですね、施工者にとってパートナーに近い存在がごめんなさい、設計者にとってですね、設計者にとってパートナーに近い存在が施工者なんで、相性が良くないとそもそもやっていけないんですよね。空間づくりは人と人との信頼関係がとっても大切なんで、しっかりとコミュニケーションが取れてお互いプロとして言いたいことを言える関係性を築けないと楽しく仕事ができないんですよね。で、楽しくねお仕事ができるようになれば、あなたにとってそれってめっちゃ素敵な居場所になってくるはずなんですよね。ちなみにですけど、なんでネットで探さない方がいいのかっていうと、ネットに載っているのは元請けやマッチングする企業みたいな人たちが多くて、実際に作っている職人さんや現場監督さんってネット上にまだいないんですよね。まだっていうのはこれから多分世代交代したりスマホを使い始める世代に移り変わる時に変わるかもしれないんですが、現状はスマホすら持っていない人が多いんです。スマホを持っていたとしても携帯電話機能しか、使ってないかもしれないんですよね。そういう意味でもリアルに現場で会うことがとても重要になってくるわけです。実際に人間関係が築けると真似しづらくなってくるので、競合他社が実際に作った人間関係は自分にとってめっちゃくちゃ財産にもなってきます。そんな感じで今日はどうやって工務店を見つけるのっていう質問でしたが、結論は知り合いや紹介から見つけた方がいいよっていうお話でした。気軽に話せる施工会社さんと仲良くなって楽しく空間づくりをしましょう。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場の学びを LINE グループで毎日共有しています。
今日のお話で疑問に思ったり、実際にやり方を知りたい方はちょっと覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。